こんにちは。皆さん、まめです。今日はですね、YouTube を始めてちょうど1年ちょっと経って、500人、登録者数が500人達成したので、ビデオを撮ってます。ありがとうございます。嬉しいです。とっても嬉しいです。編み物はですね、本格的に始めたのは、ここ何年かで、ずっと前からやってたんですけど、こんなに編み物毎日することはありませんでした。今日はですね、2025年に作りたいもの、アイデアですね。ちょっと、ピンタレストとかで見て編んでみたいなって思ったものとかご紹介できたらなと思います。あと、今編んでるものですね。今編んでるのが、パール奏法のハーフ&ハーフラップです。で、これがもう本当に大きくて、ずーっとメリヤス編みです。なので、何も考えなくてよくていいんですけど、これがちょっと大きい、思ったよりも大きくて、ショールにしたらすごく暑いんじゃないかな。で、最近、あの暖かくなったりする日があるので、今日は寒いんですけど、今日はまた寒くなりました。昨日は暖かくて、日中は14度ぐらいまで上がったんですけど、今日は朝はもう0度でした。今は2度ぐらい。もう寒いのは本当にもういいですね。冬は好きですけど、またでも雪が降りそうな感じもあって、ちょっと雪が降るとどこも行けなくなるので困りますね。雪降っても積もらないでほしいですね。凍ったりしないで。こっちの人とかは、私が住んでるところは、雪がそんなにしょっちゅう降るわけじゃないので、冬でも。毎年雪がたくさん降るわけでもないので、みんなスノータイヤとか使ってないんですね。なので、意外と坂が多かったりするので、みんなツルツルと滑っちゃって、ちょっとした事故になったりして、ちょっと危ないんですね。で、今編んでるのがこれと、あと、この、また大物なんですけど、2枚目のダグマージャケットです。このダグマージャケットは娘に色がついたので編んでほしいっていうことで、ちょっと画面ではわかりづらいんですけど、緑がかった、紺色。緑がかった紺色ですかね。で、これがまた結構な大物で、片方の腕はできたんですけど、もう片方が途中でちょっと疲れて飽きてしまって、それで何にも考えないハーフ&ハーフラップに毎日手がいってしまいます。でもこれも早く終わらせて、そうしないとちょっと暖かくなったら、暖かくなる前にいっぱい着てもらいたいですからね。で、多分これは、やる気を出せばすぐ終わるやつなんですけど、結構そういうのありますよね。腰が重いだけで。あとですね、今年編みたいものは、ピンタレストで見た、この、ピンクと、あとなんか手染めの糸ですかね。色がまばらになってる、ケーブル編みのセーターにボーダー。ボーダーのケーブル編みセーターですね。で、これがタートルネックのところもケーブル編みになってて、おしゃれと思ってこれを見たときに絶対作りたいと思いました。かといって、これは、作り方が別に、これは多分売ってるものでちょっと探せなかったんですけど、あ、これディオールって書いてますね。ディオールでした。
じゃあもう絶対買えないですね。なので、似たようなデザインで、サリー・ノードランドの、コレット・プルオーバーがですね、こういうケーブルのセーターなんですね。だからこれを使って、なんとか似たようなものを作れないかなと思っています。多分ね、できると思います。で、次がですね、もう糸は買ってあるんですけども、で、ちょっともうずっと前から気になっていた、ニッティングフォーリーブの糸ですね。これ、ダークグリーンです。これが結構細いんですね。フィンガリングとは書いてないですけど。で、これと、これを合わせて、シンプルなセーターを編みたいと思います。こんな感じの。で、色をですね、首のところと袖をちょっと変えたいと思って、まあ、この茶色。いや、茶色じゃなくてなんか違う色にすると思いますけど、また買ってくると思います。同じタイプの毛糸。これ初めて買ったんですけど、ちょっと試すの楽しみです。5玉ずつ買いました。足りるといいんですけど。これ一つで何メートルでしょう。このニッティングフォーリーブがとっても環境にも配慮してるらしく、動物にも優しくしてる。一応本も持ってるんですけど、まだちゃんと見てません。で、これがですね、250メートル、50グラムですね。これが3ミリの棒針ですから、ほんとフィンガリングでいいんじゃないですかね。楽しみです。でもちょっとまだ今年、そうですね、次にこれでも編みたいかな。この2つのプロジェクトが終わったら。でですね、あとは、これを編みたいと思ってたんです。このピンタレストで一番最初にこのセーターを見つけたときは、本当にショックを受けました。可愛すぎて。で、これはもうドロップショルダーの普通のシンプルなものを編むか、もしくはもうそういう売ってるものにクロススティッチで、えーこのね、動物たちを模様をつけていけばいいんじゃないかなと思っています。一応クロススティッチの、なんて言うんでしょう、こう、布の上に置くやつも持ってるので、で、これはね、これもね、ちょっと、私セーターとか、あんまり厚いのじゃなくて、薄めの方が好きなんです。細い糸で編んだセーターが好きなんですけど、これを編んだ時に、これはパール奏法のリネンクイルで3ミリ3ミリの棒針で編んだんです。で、もうものすごい時間かかりました。もう本当に。でも、この布地がとっても気に入ってます。こんな感じの普通のシンプルなセーターを作った後にクロススティッチをしたいなと思います。で、これはまたもう多分1年をかけての来年の冬に着れたらいいなと思っています。ちょっと編みながらお話ししようかなと。まあ、次にですね、もうちょっと何年前に編み始めたのか覚えてないんですけども、三国まりこさんのアランセーターを編み始めたんです。で、セーターが本当に何にも分かってないのに、ちょっと始めちゃったんですね。で、そしたらもうやっぱり、すごく難しいですね。で、輪で編むわけでもないし、その上、アラン模様になったので、
もう本当にわけわかんなくなって、で、勝手に自分で袖のところを輪で編むようにしたんです。そしたら、ちょっともっとわかんなくなりまして、途中でモヘアも一緒に編んでたんですけども、あ、これですね。これが、もうずっと前進めた。これ毛糸がですね、イセヤっていうんですか、イセヤのシルクモヘアと、で、この糸と、あと、ブルックリンツイードの、うー何の糸か忘れましたね。でも、ブルックリンツイードの糸です。100% ウールなんですけど、とても気持ちよくて、まあ、チクチク、ほぼしません。これはもちろん、本当に、ふわふわで、全く、本当に気持ちいいです。で、これがですね、ここで、持ってた伊勢屋のシルクがなくなっちゃったんです。で、この同じ糸を探すのに、もう本当に売ってないんですね。まあ私、お店で何色かもわかんなかったので、持ってる、本当にちょぴっと残ってる糸と、お店に行って探したりしたんですけど、グレーでもたくさんあるんです。まあ、たくさんって言っても多分2つ3つでしょうけど、とにかくそれで色が違うと、また変になったら嫌だったので、で、これを探すのにまた何年かかかりました。で、まあ、とにかく買ったんですが、なかなか何年も放置しとくと、やっぱりやりたく、まあ、本当に、前身頃と後ろ身頃も編んでるんです。で、可愛いんですけど、なんかちょっと小さい気がするんですね。まあ、ブロッキングすれば大きくなるかもしれないんですけど、でもちょっと小さいセーターって私あんまり好きじゃないんです。なので、これをほどこうかどうか迷ってるというか多分ほどくと思います。なんでかというと、やっぱり一番最初に編んだっていうのもあって、特にそんな上手ではない。多分どっか間違ってるところもいっぱいあると思います。可愛いんですけどね。で、これが一つは編んだ袖です。やっぱりね、どう見てもね、細いんですね。もう本当に私は輪で編む方が、アラン模様は特に日本の編み図って難しいですよね。自分で裏はどうなってるって考えなきゃいけないから。まあ、英語版にもそういうのありますけど、日本の方が、まあ、すごく頭を使うというか、まあ、だからいいかもしれないですけど、その方が。でもちょっとこれは、あんまり見ないように、入れてしまってます。だいたい、モヘアもあと二つ買えばいいのに私一個しか買ってないんですね。見つけたときに。なんで2個買ってないのかなって話ですね。あと、片腕少し半分と、あと、首も残ってるんですね。まあ、足りるかな一つで。足りそうですけど、これはまあ、どうしましょう。これはもう少し、あの、眠らせておきたいと思います。ブルックリンツイードの糸、アーバーでした。アーバー。今でもありますね。この色の見本帳買ってました。でも、買ってません。これ以降。でもまあ欲しかったらこれから選べるからいいかもしれないです。
ですね。今はきっと色も変わってるかもしれませんね。見本帳見るだけで可愛いです。あと、ショール編みたいなと、もう心に決めてるものがあります。前も編んだんですけど、だいぶ昔に編んで、ルッカショールです。ルッカショールはずっと昔に編んで、レシピを、パターンをなくしてしまいました。多分コンピューターにダウンロードしてたんですね。その時はラベリーとかちょっと知らなかったので、普通にブルックリンツイードからレシピを買いましたね。レシピはちょっと値上がりしてるんですね。今は11ドル。で、ラベリーで買えば多分もうちょっと高いんですね。ブルックリンツイードは。いやー、コンピューター多分変えたからでしょうね。もうずっと昔ですから。まあそれを、この前編んだのがちょっと小さかったので、今回は大きいのがいいなと思って、このパール奏法で買った、これですね。スピンドル。これが結構、カサカサした糸です。で、このつぶつぶがカラフルだったのが、このピンクの色だけだった気がします。他の色はこのつぶつぶがちょっとそんなにカラフルではなくて、これが一番可愛いなと思って。で、これがカシミヤも入ってて、シルクも入ってる。シルクが入ってるからちょっとカサカサなんですかね。このマルベリーシルクは割とカサカサな気がします。で、これで大きいルッカを編みたいと思います。これは夏にいいかなと思って、夏の寒い時ですね。冷房とかで。これが夏の編み物になると思います。ですね。緑広瀬さんのラナンキュラスを去年の夏に、まあ、いっぱい4つ編んだんですね。4つ編んだんですけども、暑い時にやっぱり毛糸のものを着るとちょっとだいぶ暑かったんですね。なので、セーターはやっぱり冬かなと、今年は夏物よりも冬物を冬を目指していろいろ編みたいなと思います。ショールとかも、まあ、ショールとか、あとは帽子も途中まで編んでるものもあるんですね。こう、いろんなところ行くときに、出かけるときに、モバイル編みできるようにしたいので、それ用のものがあるんですけど、まあでも、なかなかね、気が乗らないとできない。私は何個も手つけちゃうとダメだなと思いました。二つでいっぱいいっぱいかな。で、二つのうち一つ終わったら新しいのにキャストオンするとか。もう編むのが遅いんです。早く編みたいと思ってるんですけど。アメリカだともう10月からなんとなく気分的に忙しい気分になっちゃうんですけど、ハロウィーン、サンクスギビング、クリスマスで、私たち家族の中でも誕生日がちょっとつながっ、もうドンドンドンと来ちゃう時があるので、それが終わるまでなんとなく気分的に落ち着かないんですけど、そうしてたらもうあっという間にもう2月ですね。もう信じられないですね。時間が経つのが年々本当に早くなってる気がします。1日があっという間っていうのもありますけど、いやーもう2月、すごい早いです。まあそんなこと言ってる間にきっと夏が来て、でも夏の前にこっちは春がですね、あの、桜が、ワシントン DC の方に桜がいっぱい咲いてて、で、なんとうちの家の前にも大きな八重桜が植えてあるんですね。でもだいぶ多分古いんですね。
桜の寿命って思ったよりも短いんですね。確か八重桜は40、もう60年までいかなかった気がします。でも多分60年は行ってるような木があるんです。で、まあ、2回、去年初めて、桜を見ましたね。もう本当になんか、この家は運命だと思ったんですけど、結構あるんですね。八重桜を植えてるお家。近所にもたくさんありました。でも綺麗です。本当に。なんか桜をね、塩漬けしたりとかする方もいるみたいです。私も今年できたらやってみたいなと思うんですけど、なんせ木が本当に大きいので、お花もやっぱり手が届くところになかなかなくて、もし取れたら塩漬けなんか作ってみたいと思います。塩漬けね、別に好きじゃないですけどね。でもアメリカに来ると、なんとなくあんことか、そういうの、日本のものが美味しく感じるんですね。年を取ったんでしょうか。それなりに。あとあれも苦手ですね。桜餅の葉っぱ。あれもね、未だに食べれません。あと大福のあんこも、粒あんが好きです。あ、違う。こしあんです。こしあんが好きです。と、どうでもいい話をしましたが、今日はここら辺でおしまいにしたいと思います。時々こんなちょっとしたおしゃべりができたらいいな、聞いてくれる方いるかわかりませんが、もし知り合いが聞いてたらちょっと笑いながら聞くんでしょうか。無理しないでください。では皆さん、ご覧くださりありがとうございます。これからも頑張って、なるべく2週間に1回はアップできるようにしたいと思います。よろしくお願いします。バイバイ。